中村藤吉本店の抹茶スイーツ。皆さんこんにちは、こうです。京都の宇治にあります中村藤吉本店によく行くのですが、今回は新年年明けならではのグッズ、食べ物を紹介させていただきます。だいたい毎年一緒なので、来年以降の参考になればと思います。こちらのお店、開店は10時からなのですが、9時15分くらいに着いてこの待ち具合です。土日祝はいつも開店前から並ぶのですが、訪れたのは1月2日。新年初開店日でもあるので、いつもより早くに並んでそうです。この日は9時45分くらいにお店の敷地内に入れていただき、まずは喫茶の受付をした後に福袋の待機列に並びます。ちなみに開店5分前でこの人数です。ここ数年は毎年1月2日は中村藤吉本店に来ているのですが、年々人が増えている気がします。10時開店、喫茶も徐々に人が呼ばれてますが、僕は一番乗りではないのと、喫茶の案内はかなりゆっくりなので間に合うだろうと思って先に福袋を買います。3種類あり、5400円、11000円、33000円で、僕は11000円のものを買いました。中身はざっとこんな感じです。ほうじ茶ティーバッグ、中村茶ティーバッグ、抹茶、お椀、手ぬぐい、ガトーショコラ、チョコラーテ、マルトベイクの8点でした。ちなみにこれらを定価で買った場合の金額を公式通販サイトで調べてみると、お椀と手ぬぐい以外の合計金額は 15,530 円でした。注意事項ですが、お菓子系統はすべて購入した1月中に賞味期限を迎えます。2週目にガトーショコラ、3週目にマルトベイク、4週目にチョコラーテという順番で来たので、一人暮らしの私には厳しいと思いながら、毎年同じ気分になっているのを思い出しました。1年に1回ですし、忘れるんですよね。あと純粋に美味しいので、多分来年以降も買うでしょう。だいたい毎年似たような感じで、お茶の種類が違ったり、お菓子の種類が違ったりという感じです。すぐに会計して喫茶前に行くと、ちょうど呼ばれるタイミングでラッキー。注文してまずはじめにやってくるのはウェルカムティー。年始は大福茶です。京都ではお正月にその年の無病息災を祈願し、梅干しと昆布が入ったお茶を飲むそうです。中村藤吉本店はウェルカムティーは追加料金なしでお店で売っているお茶を出してくれるので良いですね。お茶が気に入ったら食べた後に同じものを買えるのが素敵。最初に注文したのがお正月限定の京風雑煮1500円です。白味噌ベースの汁に丸餅、エビ芋、大根、金時人参が入っています。1時間近く外で待っていたので、暖かくて落ち着きますね。京風雑煮は正月限定で、具体的には1月2日から5日の4日間限定の食べ物になります。ちなみに1巡目で1桁台で入れたにもかかわらず、京風雑煮の残数が25となっていたので、1巡目の人たちが全員注文していたら、2巡目の人は絶対食べられないだろうなという数でびっくり。そりゃ食べたい人は開店前に並びますわな。そして食後のデザートは1月からの期間限定パフェである
恋するマルトパフェ1950円です。ラズベリーの甘酸っぱい味と抹茶のバランスが良いパフェでした。中村藤吉本店は宇治本店以外にも平等院店、京都駅店、銀座店でイートインできるのですが、この竹の器で提供されるのはここ宇治本店だけ。それもあってこのお店、土日祝はやばいくらい混みますし、平日に行っても結構混んでいます。写真映えしますし、なおかつ美味しいんですよね。量も十分に入っているので、抹茶スイーツとしてもとても美味しい。このお店のパフェの特徴としては、食べやすくもしっかりと主張のある味。また、中村藤吉本店は抹茶ゼリーが有名なのですが、このパフェにも入っていて美味しいです。約2ヶ月くらいの頻度で期間限定パフェが出ていて、情報は公式インスタグラムで発信しております。多分毎年同じ期間限定パフェが出ていますね。年始から幸せな時間を過ごすことができました。ここからはこのお店で食べるにあたっての注意事項です。この日は1巡目で1桁台で喫茶内に入ったのは10時10分頃。会計を終えたのが11時10分頃。だいたい滞在時間は1時間でした。待ち時間などですが、経験から言って2巡目の人が入れるのもだいたい11時半くらいからになります。1巡目から入りたい人は9時30分くらいから並ぶのが良いです。開店から10時30分くらいまでに入れます。2巡目から入りたい人は10時頃に受付するくらいを目安にしましょう。ちょうどお昼くらいの時間に入れるので、お昼ご飯をここで食べたい場合は10時頃訪問をおすすめです。そして11時から12時くらいに受付した場合、入店できるのは15時前後になることがほとんどです。おやつとしては良い時間なのですが、期間限定パフェが売り切れていることもよくあるため、どうしても期間限定パフェが食べたいという人は11時よりも前に受付しておいた方が良いです。そして15時くらいの入店になると、そばなどの食事系メニューは注文できなくなるので注意しましょう。人気のあるお店なので結構待ちます。そして私は宇治が好きなので全然良いのですが、宇治自体はコンパクトなエリアなので、待ち時間に観光をと考えている場合、時間が余りやすい印象はあります。かといって他のエリアに行って戻ってくるにしても、京都観光のメインである祇園、東山エリアに行ったとしても、滞在90分前後で宇治に戻ってこないといけないと思われるので、ちょっと不便だなと思います。僕のおすすめとしては、宇治で1日過ごす場合、お昼以降は宇治以外に行く場合、どちらにせよ10時くらいにはお店で受付するスケジュールの方が安全だと思います。お茶もパフェも楽しめる中村藤吉本店でお腹を満たして、そして宇治の雰囲気を味わってくださいね。バイバーイ。